ハロー、今回も早速始まっております。スーパーオズ対戦 F 完結編。今回はその第48話、ソーラン、ヨハネスバーグの後半戦になりまするぜ。前半戦では無事シロッコの、カルジオー、テクスマーキスが撤退まで、追い込みましたが、退路に来る。ギャー、力られたー。そうまだこのヤザン隊もライラ隊も、健在でございますので、まだまだ安心はしとれんのですわ。ダンケル無事にあらぬ方向に、引っ張ってくることに成功いたしましたぜ。北側にはガオズの輸送機が、現れました。中艇ね。まずは死にかけエアリーズを回復させとります。で、もたもたしてたらどんどんエアリーズたちが撃墜されてきちゃうかもなので、ここはトレイズ閣下に必中で、確実にジェリドを落としてもらいますよ。カラ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 。ジュドーン。残念じゃったねジェリドくん。ライラもなんかしてれば脅威になったものを。兵力分散はやはりカッコ撃破の、浮き目に合うだけじゃば。さあさあエアリーズ部隊よ。お次はブラビを囲みに行っておくれやしー。多分海蛇使ってくると、思うから、ここの位置取りでドンピシャハマれば、再び集中砲火できるんじゃが、さてはて、うまい具合に行きますかいな。戦艦は念のため北上準備を、しておきます。こっちは同大防衛部隊、ニコルワド根性で復活じゃ。シーブックのお友達ドロシームアが、後のカトルやファラと同じ声優さんだとは、最近になるまで気がつかなかった、アスゲンです。性格がまるで違うお三方、お見事としか言えませぬ。レッドワンにはもっともっとレベルアップしてもらわねばなりませぬ。クラッシュシールドの形状がなんか、フェンシングのエペとかいう武器に似ててちょっとだけかっこいいぜ。じゃあまたまたわずかに、残ってしまった。でもメリクリウスには、ビームは効かないと言っているてなこと言うてみたりしましてヤザンが射程圏外にいるうちに、熱血使って大きく削り取って、しまいやしょー。ビシューン、ドカーンドカドカ、キャッキャッキャ大きく削れたわい。そうなのよ射程圏外なのよ驚いた？前回も言いましたが今マップはすでに、4度目のチャレンジなのよもう嫌になっちゃう。本4リセットでやっとりますので、こんなことになっとりますのよあらやだわ。デクスはそこまでやってきてるのになかなか援護射撃ができませんな。チーと命中率が低くて怖いが、近づかれると厄介なので、ダメ元バスライかまします。やってみるもんだ当たりましたよ。これで勝機が見えてきたかもじゃね。あんなのほっときゃいいじゃないって思われるかもしれませんが、ほっといたらうちのミデア輸送機の方に行ってしまいかねない位置取りだったので、ここはゼロゼクスの方へと引っ張ってきたかったのさ。うまい具合にこっちに来てくれますかいな。どうかいな？一般兵ならやっぱこの程度の命中率しかないのよね厳しいでよ。しゃあ来いどんどん来い。てってれー。スーパーマラドーナの田中何がしじゃったっけか？あのくだらんてってれーネタが頭に浮かんじゃうぜ。ふふふ思惑通りトレイズ閣下に来てくれた。ダブスレイ隊はトレイズ閣下一人で相手させてやるつもりなのさ。よーしドンピシャ思惑通りじゃ。お前とジェリドは本体にライラとヤザンは防衛部隊の方へと分散してくれたのがこの作戦成功の鍵になりそうじゃぜ。ナイス回避じゃトレイズ閣下。しかもナイクリこうなったらトレイズ閣下は手がつけられなくなるんですぜガブちゃんたちよ。我がプレイヤーフェーズがやってきたぞ。せっかく綺麗に射程圏内に来てくれたので、まずは夫を得意にトレイズ閣下の援護射撃をさせまする。ドー、バー、ガーン、命中。トレイズ閣下にはまだノーダメのガブちゃん狙っていただきます。ビシュン。キャシャーナイクリ一撃ですか。やっぱこうな安い恐ろしいトレイズ閣下ですわいな。ささ、ブラビダンケルロックしましょう、エアリーズくんたちよ。次回マップは敵方の追加配備を行いましたぜ。ロック完了ガチャーン。てなわけでまずはレディアント草やってしまいなさい。ピキューン。そうでっしゃろ。オズの機体は射程外の地なの。お次はジェリドに当てたのインちゃん。熱血使って一気にダンケル驚かしてやれ。いけー。ガチコーン。カチコチ走行のブラビだが、集中砲火にゃ、耐えられまい。
先ほど落とし損ねた足間くんを片付けてしまえレッドワン。ワオーン、バウワウ。次回の敵追加4機はどんな奴らだと思います。魂きたー。わかっちゃいましたがこれでだいぶと、今後のボス戦が楽になるかもしれません。外してもらうとやばいので一応ひらめき、使っときます。2回も連続で当たりますかいなそうかいな。何もできずにライラちゃんは、撤退です。またねー。次回追加の敵さん方は、スパロボルートの序盤の感じをイメージしてみましたのよ。そう脱取された機体にまだ乗ってる、体を再現してみました。野山も終わらせてしまいません。82% はちと怖いけど言っても打たれ。ぐる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 ー。ボカーンバボバババババ。強気の野山も長距離ビームにゃ。なすすべなくして撤退ですじゃな。ジャマイカンマニンガンを反応。作戦は、これで失敗濃厚だがや。オズの機体はロンドベル隊の機体より比較的に装甲が厚いのが、長所っすよね。パイロットは下回ってるけども。もう挑発で引き戻す必要もなさそうなので集中使ってダンケルブラビを狙うことにいたしまするぜ。パキュン。現状のオズパイロットたちの射撃はトロワが199で、トップ以下193、190、188、183、176、175と続き、防御すれば所詮その程度じゃダンケルクーパー。お前とこの隊長はもうすでに、絶対していきましたよ知らないのー。ここから連邦兵で171、169、166、165となり、ラッキーレッドワンに来てくれた。最後最弱連邦兵に、至っては未だ138から136という悲しい仕上がり。ナイスダルカは、なんちって。まあまあレベルの差は多少はありますが、それでもこの射撃の差はロンドベル隊の3軍連中のトレイズ閣下は容赦ないですな毎回。3軍連中の比じゃないんじゃないでしょうかね。さあ残存部隊を片付けましょう。ダンケル君も一挙行くよ悪いねー。そういや今回ラムサス君はどうしたの？そう遠慮しないのドロシーは。ダブデの中で待機中？どんどん行きまっしょいお次のイン。これでオズも大分と戦力整ってきたぜ。ひゃー 74% 避けられた。でもねめげずにレディークサッス。バーン。ナイクリと草あっさり落ちちゃった。さあさあエアリーズ君たちよ最後は未確認飛行物体が接近してくるのでみんなで空に向かって祈りましょう。ウィン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 。ファン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 。本筋ではなんとかティターンズのクーデターを阻止することができたロンドベル隊ですが、評議会の議員たちには全く理解されず、挙句の果てにはロンドベル隊がクーデターを起こしているのではないかと言われる始末。仕方がないのでブライトは一旦引き下がることを選択します。一方アランたちジャミトフ暗殺部隊はジャミトフがいると思われるホテルまでやってきますがまんまと騙され白っ子に捕獲されてしまいます。そしてクーデターに失敗したティターンズはケープタウンまで後退します。ですがロンドベル隊はジャミトフがクーデターを起こそうとしていたという確たる証拠を議員連中に示すことができていないままなので、その打開策として、ジャミトフの行動に反対していたトレイズ准将なら、今回のクーデターの計画も知っていたはずだと彼を頼ることにします。しかしその居場所がわからないので、ギャリソンに調べてもらうことにします。しかしティターンズも、そのロンドベル隊の行動をすでに予測しており、足止めとしてドレイク軍をロンドベル隊に差し向けていました。レッドワンは初戦だったけど、ユニットの性能もありなかなか活躍できました。普通ならガンダムで戦う彼らですが、今回のスーパーオズ対戦 F では一風変わったユニットで活躍させていこうと思いますのでご理解をば。レディー草未確認飛行物体が急速接近してきました。いかがいたしますか？なこと言うてみたりしまして、最後は活躍させたいエアリーズ隊にバシバシ削ってってもらいまするよ。さーて次回マップはいよいよジェリルがハイパー化しちゃうあのマップですが、その前に追加配備もやっつけなくちゃいけない忙しいマップとなっておりますんで、さてはて一体どうなることやら。以外にも最後に追加した雑魚キャラユニットが我がオズにとっては難敵となってますのでお楽しみに。さ
最後の一撃と相なり申した。それでは次回マップハイパージェリルで、再びオズの勇姿を拝んでやってくださいましなー。さようならー。